こんにちは、ミッキーです。今回は2022年になってからも進化が目まぐるしい下北沢からおすすめカフェを5選ご紹介したいと思います。今回の動画の中では2022年にオープンした最新の施設も含めてご紹介しますので、ぜひこれからの季節のお出かけにも参考にしていただきたいなと思いますのと、あとはですね、その空間も含めて楽しめるお店もいくつかありますし、とても SNS 映えのスポットがたくさんありますので、ぜひ参考にしていただいて、このカフェを楽しむという目的だけでもいいですし、古着を楽しむという目的でもいいですし、下北沢の新しい魅力に気づいてほしいなと思っています。また、いずれの施設に関しましても、これからもどんどん新しいお店がオープンしていくと思いますので、またぜひ企画させていただいて、最新情報とともにお届けしたいと思っています。このチャンネルでは、カフェ巡りなど、日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方は、チャンネル登録をして、次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは2022年の1月にオープンしたばかりのテフラウンジさんでございます。こちらは仕事、勉強、読書、お茶、語らいなど思い思いの形で使えるラウンジスペースを中心にした複合施設になっています。後でご紹介しますけれども、その中に入っています北参道コーヒーさんは本格的なコーヒーを味わうことができますし、その空間にはシェアオフィスもあったりとか、あとはミニシアターが併設されていたりとか、グロッサリーショップがあったりとか、ロースタリーもあったりとかというところで非常に充実した施設になっています。で、今看板を映してたんですけれども、まだオープンしていない施設内のエリアもありますので、今後新しいお店がオープンしたら私もぜひまた改めて訪れてみたいなと思っています。その際にはまたこんな感じで動画を作っていただきたいなとも思っていますので、またぜひご覧いただきたいなというところです。この場所のコンセプトとしましては、下北沢近隣地域で暮らし、働き、遊ぶ人たちが空間や時間を分かち合いながらより豊かな時間を過ごせる街のラウンジを目指しているということでございますので、ぜひお友達とか家族とかと訪れていただいて、少しゆったりとした広々とした空間を味わってほしいなと思っています。で、今映していますのがテフラウンジさんの外の様子なんですけれども、このガラス張りの雰囲気とかもとてもおしゃれで、例えばモーニングとかに訪れていただくと朝日の感じとかも感じることができますし、夜はまた違った景色を楽しむことができますので、時間ごとの自分なりの楽しみ方を探してほしいなというところです。で、こちら入っていただきますと、今右側にありましたのがグロッサリーショップ。中央の扉を抜けた先にミニシアターがあるという形でございます。で、今回ご紹介したいのはこの左手の北参道コーヒーさんでございます。こちら北参道コーヒーさんは完全キャッシュレスカフェとして知られているんですけれども、初のラウンジ業態店舗としてオープンしたのがこちらのテフラウンジさんの中にある店舗になっています。こちらのお店では自社開発の専用モバイルアプリを使ってスペースの予約からメニューのオーダーまでワンストップで可能だということでございます。最近だとスターバックスとかでもモバイルオーダーができるかと思うんですけれども、並ぶことなくスムーズに使えるという点もとてもお勧めできるポイントです。実は後でご紹介するようなみかん下北という施設の中にもこういったラウンジのスペースがあるんですけども、こちらのお店では北参道コーヒーさんの本格的なシングルオリジンのコーヒー豆が楽しめるというところがおすすめになってますので、特にコーヒー好きな方なんかはこちらをおすすめしたいなというところでございます。で、今映しているのが有料にはなるんですけども、ラウンジ利用ができるスペースになっていまして、個室になってますので一人でも集中して作業したりとか仕事をしたりということもできそうです。今映していますようなカウンター席なんかには充電のスペースもありますので、そちらで作業していただくというところもおすすめになっています。特にモーニングの時間なんかは比較的ゆったりと過ごすことができますので、午前中はこちらで仕事をして、午後からまた別のところで仕事をしてみたいなところもノマドワーカーの方なんかにはおすすめかなと思っています。こちらのお店では先ほど申し上げた通りコーヒーがとてもおすすめになっていまして、自家焙煎コーヒーを中心に常時10種類以上取り揃えた浅入り、中入り、深入りのスペシャルティーコーヒーが味わえるところが特徴的になっています。エスプレッソ系のドリンクもありますので、ラテとかを注文されたい方にもおすすめです。そしてこちらはこの日に頼みましたチキンとベーコンのホットサンドと北参道ブレンドのコーヒーになっています。ホットサンドもですね、結構ボリューミーにいただくことができますので、まさにモーニングセットとして頼んでいただくととてもいいかなというところでございます。ぜひこの空間贅沢に使っていただきたいです。
続いてご紹介しますのはリロードという複合施設の中から小川コーヒーラボラトリー下北沢でございます。このリロードという施設自体も2021年にオープンしたばかりでございまして、非常に注目のスポットになっています。前回の動画でもリロードさんの外観の様子なんかご紹介してるんですけども、さらにこの先にありますサイドウォークコーヒーさんなんかもとてもおすすめなので、ぜひ気になる方は前回の動画を参考にしていただきたいなと思っています。そしてこちらの小川コーヒーラボラトリーさんは桜新町編で別のお店をご紹介しているんですけども、東京都内ではこの業態で楽しめるのは桜新町と下北沢なのかなといったイメージでございます。体験型ビーンズサロンをテーマにしてできた下北沢店なんですけども、定番から最新モデルまでバリスタが愛用する約40種類を使って焙煎から抽出までを試せるということでございますので、一杯のコーヒーに対してコーヒー豆の種類だけじゃなくて、その抽出方法で味に違いを生み出してくれるといったまさにラボラトリーという名にふさわしいお店になっています。お好みの抽出方法を自分で探していただくと、より充実した時間を過ごせるかなと思っています。こんな感じで豆の特徴を一覧にしたフレーバーコンパスを見つつ、バリスタさんと実験の時間を楽しめるというところがとてもおすすめになっています。さらに11種類のシングルオリジン、10種類のブレンドは全て有料にはなるんですけれども試飲可能だということでございますので、ぜひ試したいという方は試してほしいなと思っています。こんな感じでラテを入れる際にはバリスタさんが目の前で提供してくれますので、ぜひですね SNS に投稿するようにも撮らせていただくといいかなと思います。本当声かけていただくだけでですね、快く撮らせてくれましたので、ぜひそのあたりも注目になっています。ちょっと一点注意点なのが、リロードさんの施設自体が撮影禁止だというふうに書かれていたので、私も実際に確認してみたんですけども、それはYouTuber の比較的な感じで、それこそ鬼ごっこみたいなことをするなっていうことであって、お店に関しては各お店の方々に相談していただければ撮影とかもできるということでございますので、ぜひ気軽にお店の方に相談していただいて、撮っていい場所と撮ってはいけない場所とか確認していただくととてもいいかなと思ってます。そしてこの日はコスタリカのマチョというコーヒー豆をエスプレッソでいただきまして、それをカプチーノ形式でいただきました。こちらの小川コーヒーラボラトリーさんはコーヒーの抽出に加えてカプチーノだったりラテだったりと別の飲み方をする場合には追加料金がかかりますので、その辺はですね、ぜひ相談していただいた上で注文してほしいなと思っています。ちなみに小川コーヒーさんのカフェラテはミルク感が強めだということでございますので、豆の味わいを十分に感じたいという方は、今回私が頼んだようにカプチーノに頼んでいただくと、じっくりとエスプレッソの味わいを感じていただくことができるかなと思っています。さらにこの日はですね、スコーンをいただきまして、ローストナッツとバタークリーム添えをいただいたんですけども、このバタークリームがめちゃくちゃ新食感で想像をはるかに上回る美味しさになってましたので、ぜひですね、こちらに来ていただいた際に試してほしいなと思ってます。続いてご紹介する店舗も2021年の4月にオープンしたばかりのデカフェ専門店でございます。デカフェというのはカフェインを除去したコーヒーになるんですけども、最近健康志向が高まる中でカフェインを取り入れずにコーヒーを楽しみたい、そういった需要に応えられるようなお店も誕生してきているということでございます。そのうちの一つでありますのがデカフェネーション東京さんになってるんですけども、こちらのお店の店舗デザインはイオンモールや高野由里ビューティークリニックなどのデザインを手掛けているオジデザインワークスさんによる空間デザインになっていますので、そのあたりも見どころになっています。そんなに席が多いわけではないんですけれども、テラス席もありますので、ぜひですね、ワンチャン連れの方とか今のこの心地よい季節だからこそ味わえる外の空気を感じたいという方はテラス席で楽しんでほしいなと思っています。この日は期間限定だったんですけれども、以前代々木公園のカフェ特集でご紹介したコーヒーシュプリームさんのデカフェも提供されていましたので、もしタイミングが合えばデカフェネーション東京さんのデカフェとコーヒーシュプリームさんのデカフェと2つ楽しんでみると、その味わいの違いとかも楽しむことができそうです。ちなみにコーヒーシュプリームさん提供のデカフェは朝入りだということでございますので、比較的フルーティーなデカフェを楽しめるというところでございます。この日はこちらのアメリカーノと冷やし焼き芋をいただきました。こちらのデカフェネーション東京さんは冷やし焼き芋もそうなんですけれども、さつまいもを使ったスイーツなんかもとても有名になっていまして、コーヒーと合わせて頼んでみてください。続いてご紹介しますのは狛犬コーヒーさんでございます。こちらのお店はこだわりのコーヒーとカレーが魅力のおしゃれカフェになっています。コーヒーやカレー以外にもクリームソーダや他のスイーツもはじめめちゃくちゃ注目のメニューがたくさんありますので、ぜひ一度は訪れてほしいようなそんなお店になっています。
狛犬コーヒーという店名にあります通り、お店の外には狛犬、シーサーみたいな感じですかねのオブジェがありました。で店内入っていただくと、天井はめちゃくちゃ緑あふれるおしゃれな空間になっていますので、この辺はまさに SNS 映えする空間だなという風な印象でございました。で色合いとかもですね、とても店内の設計が素敵でございますので、もし席に余裕がありましたらお好みの席を選んでいただいて座っていただきたいなと思っています。ただこちらのお店めちゃくちゃ人気だということでございまして、結構この日もですね待ち時間があったなという印象でございますので、比較的時間に余裕がある日とか、あとは少し遅めのランチとかに訪れていただくとぴったり楽しむことができるかなと思っています。でこちらのお店ではコーヒー豆は世田谷代田の焙煎所時に笠さんによるオリジナルの焙煎豆を使用して、ラテとの相性も抜群な深入りコーヒーとすっきりとした味わいの狛犬ブレンドから選べるということでございますので、コーヒー好きな方にもとてもお勧めできるようなポイントですね。さらに今回いただいたこちらの2種盛りカレーなんですけども、カレーは専門店を十数年営んでいた店主さんが厳選したメニューを味わうことができます。さらに季節ごとにメニューが変わるカレーは甘口、中辛、辛口の3種類が用意されていまして、全てグルテンフリーになっています。今回私は2種盛りカレーを頼んだんですけれども、3種盛りもあったので、ぜひですね全ての味を試したいという方はその3種盛りを楽しんでいただくととてもいいかなと思っています。盛り付けもとても素敵になってますので、まさに SNS 映えするようなメニューになっているなという印象でございます。さらに各席に電源と Wi-Fi が完備されているところもとても嬉しいポイントになっているかなといったところです。ちなみにこちらの狛犬コーヒーさんなんですけれども、プロのデザイナーの方が狛犬コーヒーさんのロゴとかも担当されているということでございますので、コースターなんかもこだわりがあって内装も含めてとても SNS 映えな空間になっているといった印象でございます。コーヒーとカレーの他にもこちらのラムネクリームソーダを頼んでいました。このクリームソーダも結構ボリューミーな感じになっていまして、スイーツ好きな方にもとてもおすすめですし、ソーダ自体がですねこのキウイとかも乗っかっていて、砂糖の甘みが強すぎるような感じではないので、ぜひカレー以外にも喫茶利用として使ってほしいなと思ってます。そして最後にご紹介しますのは、2022年の3月にニューオープンしましたみかん下北でございます。こちらはかつての京王井の頭線の盛り土部分に誕生した5つの街区からなる新施設になっています。ようこそ遊ぶと働くのみかん地帯へというプロジェクトコンセプトに、下北沢の自由で雑多な雰囲気の中で多様な人々がジャンルや価値観を超えて混ざり合って予想もつかない何かが生まれる場所というものを目指しているということでございます。非常に広々とした空間になっていまして、様々な国の料理とかを楽しむことができますので、コロナの自粛ムードが緩和されてきて、だんだんとお酒を楽しめる時期になってきた今だからこそ訪れていただきたいような、そんなスポットになっています。こちら今昼間の様子を映してるんですけども、後でご紹介しますような夜の景色もとても素敵なので、その辺も楽しみにしていただければと思います。右手左手を見ていただくだけでもですね、タイ料理とか台湾の料理とか、あとは韓国料理とかという形で様々な国の料理が本当にここのエリアだけで楽しむことができますので、例えば1軒目はタイ料理を楽しんでいただいて、2軒目は韓国料理、そして最後は奥にありますTSUTAYAのラウンジスペースでコーヒーを楽しむなんていう楽しみ方もとてもおすすめかなと思っています。こんな感じでスタンダードベーカーズさんのパンも楽しむことができますので、下北沢の駅を出てすぐのところでパンをテイクアウトして下北沢での一日を始めていただくという用途もとてもお勧めできるかなと思っています。まさにようこそ遊ぶと働くのみかん地帯へというコンセプトのもと出来上がった空間で、下北沢らしさを残しつつ、それでも新しく生まれ変わっていくって、そういった様子を体現してくれているような雰囲気の複合施設になっています。こちらが先ほどちらっと申し上げましたTSUTAYAブックストアになっていまして、こちら奥に進んでいただくとシェアラウンジのスペースがあります。今回の動画の冒頭でご紹介させていただいたテフラウンジとはまた違った雰囲気になっていまして、こちらは時間料金を払っていただくことで店内にありますドリンクメニューと、あとは軽食も楽しむことができるというところでございます。今こちらが夜の雰囲気なんですけども、夜もとてもおすすめな雰囲気になってますので、ぜひみかん下北訪れてほしいなと思ってます。そんな中、今回1軒だけお店ご紹介させていただきます。こちらは下北ミートスポットというところでございまして、今回はカフェ特集とさせていただいていますので、カフェメニューを楽しめるようなところとしてピックアップさせていただきました。今映していますのがフジドッグというものでございまして、この下北ミートスポットの中では3種類のお店を楽しむことができます。ダイニングルームであるこちら今映していますエッシーマというところと、クオンというスタンディングスタイルで楽しめる店舗、
そして今ご紹介しましたホットドッグ店のフジドッグ、個性豊かな3つの店舗を発信する区間、それが下北ミートスポットになっているということでございます。でホットドッグ店内でいただく場合には今映していますシーマさんの空間で楽しむことができますので、ぜひ席に余裕がある場合なんかは楽しんでほしいなと思っています。店内もとてもおしゃれになっていまして、こんな感じで天気がいい日なんかには広い窓に外の光が差し込んできて、とても素敵な空間になっていますので、そのあたりもお勧めできるポイントになっているかなというところでございます。インテリアも含めてとてもおしゃれですよね。ちなみにこちらのシーマという言葉はですね、ドイツ語でエスという食べるという言葉とジーマという場所を意味する言葉の造語だということでございます。気取らない雰囲気の中で料理を通じ、仲のいい人と人が心を合わせるダイニングを目指しているということでございます。でフジドッグさん、後で注文したメニューも映すんですけども、フジドッグさんは構想に5年以上の月日を費やした進化系ホットドッグのお店だということでございまして、世界に流し入れた富士山のようにオンリーワンの存在、そして実力はホットドッグの横綱を目指しているということでございまして、お相撲さんと富士山が描かれたお店のロゴも特徴的になっています。そして今映しています通り、ドリンクはイギリス初の50年の歴史を持つコスタコーヒーや個性豊かなワインも楽しめるということでございますので、ぜひその日の気分と、あとはシチュエーションに応じてドリンクも使い分けていただきたいなと思っています。そしてこちらこの日にいただきましたフジドッグでございまして、甘みがあるオニオンの味わいがとてもおすすめになっています。もちろんオニオンに何もかけずシンプルに楽しんでいただくというのもおすすめな楽しみ方なんですけども、こんな感じでお好みでケチャップとマスタードをかけていただいて楽しむというのももちろんおすすめでございますので、ぜひうまくかけていただいてボリュームたっぷりに味わってほしいなと思っています。紙に対して少しサイズも大きいので、追加で手で食べる用の紙なんかをお願いするというのも一つポイントかなと思ってます。この下北ミートスポットの奥にはハンバーガーショップもありますので、そちらもぜひ試してみたいなと思ってます。そしてこちらがこの日にいただきましたランチドリンクのアイスカフェラテでございます。コスタコーヒーの豆を使った非常にエスプレッソの風味が感じられるドリンクになってますので、夏の季節にもおすすめです。以上、今回は2022年にオープンしたばかりの新エリア2つを含めまして、下北沢からおすすめカフェを5選ご紹介させていただきました。特にみかん下北さんにあるようなお店をはじめグルメ系でも今回いくつかピックアップしてご紹介しようと思ったんですけども、動画が長くなってしまうかと思いましたので、今後別途ですねグルメ&カフェとして下北沢特集またさせていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録をして、次の動画を楽しみにしていただければなと思っています。まさに今の季節が一番過ごしやすくてカフェ巡りにも最適な時期だと思いますので、もしよかったらカメラとかを片手にカフェを巡っていただいて、心も体も満たされてほしいなと思っています。あと2つご紹介したラウンジなんかは作業にも使えると思うので、ぜひご活用ご検討ください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。